ラーバス、リトアニアマニアのハシモンです。私は妻がリトアニアの人で、リトアニアが第二のふるさとになりました。このチャンネルではリトアニアをもっと日本に普及させようという目的で、いろいろな角度からリトアニアを紹介していきたいと思っています。普段リトアニアと接点がない方にもリトアニアを少し近く感じていただけるような、そういう情報を発信していきたいと思います。で、私、リトアニアの商品の輸入販売もしてますので、商品の紹介ですとか、輸入の始め方、それから手続き、そういったことも機会があればご紹介していきたいと思っています。新しいことを始めたい、輸入とかをやってみたいという方にとっては少しアドバイスになるような情報が提供できるかと思っています。要は、リトアニアに関する私の知識ですとか、経験を共有させていただこうというようなそういうチャンネルになっています。よろしくお願いします。第1回目のテーマは、リトアニアの国技でもあるバスケについてご紹介させていただきたいと思います。私もスポーツ大好きですので、まずはスポーツネタから入っていきたいと思います。男子バスケのリトアニア代表が、ソ連から独立した翌年にオリンピックで初のメダルを獲得するというようなエピソードがあるんですけども、これについてご紹介したいと思います。2024年はパリ五輪の年で、バスケに関しては自力で出場を決めた日本代表にも注目が集まるかと思うんですけれども、リトアニア世界ランク10位なんですね。このリトアニアにもぜひ注目していただきたいと思っています。2023年に行われたワールドカップ、バスケのワールドカップがあったんですけども、ここではアメリカを破る大金星を挙げて、結果的には6位だったんですけれども、NBA で活躍する主力、サボニス選手っていうのがいるんですけども、彼を書いた状態でいなかったんですよね。その状態で6位という成績が出たので、パリ五輪には出場、メンバー上がってきてますんで、さらに躍進が期待できるなというふうに思ってるんですね。日本もワールドカップの際には、八村塁選手が出場できてなかったっていうのがあって、同じような状況がリトアニアにもあったっていうことなんですよね。リトアニアっていうのは、もう国技がバスケと言っていいほど、スポーツといったらもうバスケ一択な国なんですよね。NBA 選手もこれまでにたくさん輩出しています。男子のバスケリトアニア代表は、独立してからこれまでに銅メダルを3回取っています。最初のメダル獲得っていうのがソ連から独立した翌年のバルセロナオリンピック1992年のことですね。この年に取った銅メダル。最初に取ったメダルってことですね。で今回ご紹介するエピソードっていうのはこちらのストーリーになってきます。1992年のバルセロナオリンピックっていうとアメリカがドリームチームを組んだ最初の年でしたね。リトアニアのメダル獲得にはアメリカのロックバンドグレートフルデッドっていうバンドがいるんですけれども、彼らの存在なしでは達成できなかったというふうにも言われています。当時はアメリカとソ連で冷戦が続いていた直後ぐらいの時代ですから、そこから独立したリトアニアの活躍というのをご紹介していきたいと思います。1992年のバルセロナオリンピックのお話入る前にですね、その4年前の1988年、ソウルオリンピック、このお話から進めていきたいと思います。当時はですね、リトアニアはまだソ連の支配下にあって、独立前でした。ですので、リトアニアの代表、後になっていく選手っていうのも、このソウルオリンピックではソ連の代表として出場していました。このソ連のメンバーのスターティングメンバーですね、5人のうち4人がリトアニア人だったっていうんですね。シャルナス・マルチロニス選手やアルビーダス・サボニス選手といった後に NBA で活躍していく選手っていうのがこの代表に名前を連ねていたわけですね。このソ連代表がアメリカを準決勝で破って、決勝ではユーゴスラビアを破って金メダルを獲得しています。ソ連として金メダルを取ったわけですね。そして1991年にリトアニアは独立をします。リトアニアの選手としてオリンピックの出場を目指すことになるわけなんですけども、独立したてということもあって資金難にちょっと苦しんでいたんですね。出場するための資金が工面できなかったっていうところがあったんですね。で、そこで出てきたのがサイケデリックですとかヒッピー文化の象徴とも言われているグレートフルデッドというアメリカのロックバンドですね。知ってる方も多いかもしれませんけれども、有名なバンドです。でこのグレートフルデッドのメンバーっていうのはバスケが大好きで NBA も大ファンだったわけですね。
で、このメンバーがリトアニアが資金難に苦しんでるっていう情報を、記事で目にするんですね。で、ソ連の代表として金メダルを取った後、NBA で出場していた、アメリカに渡っていたシャルーナス・マルチュリョーニス選手。彼は、このグレートフルデッドがニュースを知ったという情報を知るとですね、彼の試合会場がグレートフルデッドのライブ会場と近いタイミングで、そのライブ会場に足を運んで挨拶しに行くんですね。で、そこでいろいろ事情を話したりですとか、自身のバスケに対する思いなんかを話して、意気投合するわけですね。で、資金難に苦しんでるっていうことを知ってますから、じゃあ、ちょっと一個なんかやってみましょうかっていう風になるわけですね。で、その資金難を支援するっていう形になるわけですけど、その方法が資金をポンと渡して解決するわけではなくて、グッズの販売を手掛けるというようなことだったんですね。リトアニアの国旗、黄色、緑、赤、この3色なんですけど、この3色をtie dye染めにした T シャツ、そこにですね、グレートフルデッドのアイコンでもある骸骨がダンクシュートをしてるっていうオリジナルのデザインの T シャツを作って、これを販売してみようということで動いていったわけですね。で、このグッズをですね、選手たちは、リトアニアの選手たちは移動中ですとか、取材中ですとか、あらゆる場面で着て、アピールしたわけですね。そうすると、このグッズがですね、ユニークなデザインということで話題を呼んで、このグッズの販売が好調になるわけですね。そして、資金難を乗り越えて、出場のための資金を工面できるようになって、オリンピックに出場することができるようになったっていうことなんですね。1992年のバルセロナオリンピックというと、アメリカがドリームチームを組んだ最初の年なんですよね。マイケル・ジョーダン、ラリー・バード、パトリック・ユーイング、スコティ・ピペン、カール・マローン、チャールズ・バークレー、マジック・ジョンソン、デビッド・ロビンソン、クライド・ドレクスラー。NBA を知ってる人だったらもう必ず聞いたことがあるようなプレイヤーだけを集めたスーパーチームを組んだわけですよね。これはその4年前にですね、ソ連に金メダルを譲るような形になっていましたから、その借りを返すみたいな意味合いでですね、最強の布陣を組んできたんだと思いますね。冷戦が終わった直後ぐらいでお互いまだピリピリしてますから、スポーツといえども負けるわけにはいかないみたいなのがあったんだと思うんですよね。でも、このドリームチーム、圧倒的な強さで金メダルで優勝するわけですよね。で、リトアニアはこの大会で、準決勝でアメリカとぶつかってます。当然負けてしまうわけですけれども、準決勝なのでその後3位決定戦があるんですね。で、その3位決定戦の相手っていうのがソ連になるわけなんですね。で、このソ連といってもですね、EUN 代表といって、当時ソ連がもう崩壊した直後で、いろんな独立国があったんですけども、その国々が一つの代表として、出場するっていう、EUN 代表っていうのがあったんですね。実質ソ連の代表ということですよね。こと3位決定戦でぶつかることになります。で、前回のソウルオリンピックで金メダルを取ってるソ連という国と、ただその金メダルを取った時のメンバーはほとんどリトアニア人だったっていうリトアニア代表のこの2つの対戦になったわけですね。お互い負けるわけにはいかないっていうような、そんな構図があったわけですよね。4年前に優勝している時のメンバーですね。シャルーナス・マルチロニス選手、アルビーダス・サボニス選手。こういった選手が改めてリトアニアの代表として出場して、経験ですとかスキルを持って活躍します。そして82対78という接戦を制して、3位に輝きます。4点差ですから、バスケの4点差っていうともうあっという間にひっくり返るような内容ですから、最後のもうギリギリまで厳しい戦いが続いたんだと思うんですよね。かなり痺れる試合だったと思います。この試合を制して初のオリンピック出場となったリトアニアが銅メダルを獲得したっていうことですね。で、銅メダルを獲得した選手たちですね、口を揃えて、ドキュメンタリーやインタビューに答えてるんですけれども、金メダル以上の価値があるなんていうことも言うわけですよね。それだけソ連に勝ってメダルを取るっていうことがどれだけ価値のあることかっていうのは
選手たちだけじゃなくて、リトアニアの国全体がそういう思いがあったっていうことですよね。アメリカがドリームチームを組んで圧倒的な強さで優勝したこの裏側には、そういったエピソードが実はあったっていうことなんですね。独立から自由を勝ち取って、そして初出場で獲得した初のメダルってことですよね。アメリカがドリームチームっていう風に名前呼ばれてるんですけれども、一方でこのリトアニアっていうのはもう一つのドリームチーム、The Other Dream Team っていう風に呼ばれたりしています。ドキュメンタリーの映画にもなっていて、そのタイトルがもうまさにこの The Other Dream Team っていうタイトルなんですよね。というわけで、リトアニアが苦難の時期を乗り越えてソ連の支配から独立をして、アメリカのロックバンドグレートフルデッドのアシストを得ながらオリンピック初出場を果たして、そこでメダルを獲得するというエピソードをご紹介させていただきました。やっぱり最後にソ連を破って銅メダル獲得してるっていうのがなんともドラマチックな巡り合わせですよね。このエピソードは、先ほども申し上げましたけれども、ドキュメンタリーの映画になってまして、当時を知る人たち、選手もそうですし、周りの人たちですね。NBA の関係者の人たちなんかのインタビューも交えた映画になってます。ソ連の支配を受けていて、そこから独立をして、いかにその大変だったか、スポーツとはいえ、どれだけ高い障壁があってそれを乗り越えたのかっていうのがすごく克明に描かれてて、もちろんスポーツ好きな方にはぜひお勧めしたいんですけど、支配されている国が独立を勝ち取っていく過程っていうのでですね、国民が一体になっていく姿っていうのが、ドキュメンタリーを通じて感じ取れるので、すごくおすすめの映画なんで、ぜひ機会があればご覧になってみていただければと。ネットでも検索すると出てくるようなので、ご覧になってみていただくと良いかと思います。最後にですね、ちょっと現代のパリ五輪に向けたお話を紹介したいと思うんですけども、リトアニア出身の NBA 選手っていうのが今2人います。1人はヨナス・バランチューナス選手。この選手はこのバルセロナオリンピックがあった1992年生まれの選手なんですね。でもう1人がドマンタス・サボニス選手。この選手はバルセロナオリンピックで活躍をしたアルビーダス・サボニス選手の息子さんですね。2人揃って NBA プレイヤーっていうね、親子で、もうレジェンドみたいな選手がいるんですけれども、この選手2人もパリオリンピック、まだその出場はね、確定、この撮影してる段階ではまだ最終予選待ってる状態なんで、確定してないんですけれども、メンバー入りしてきてるっていうのは、報道されてますから、この最終予選も通過してですね、本戦ぜひ出ていただきたいなというふうに、応援したいなというふうに思ってます。ですので、皆さんもですね、オリンピックではリトアニアバスケでちょっと応援していただければと思ってますので、よろしくお願いします。では、今回はここまでになります。またよろしくお願いします。それではまた、イキー。